高田三郎です。高い声で歌える DVD、 このプロダクトで一緒に歌が少しでも上手くなれるように楽しんでいきましょう。それでは最後までご覧ください。皆さんの大好きな歌声、これはどのような現象でしょうか。歌声、これは実は音波の流れなんですね。音波とは何でしょう。例えば手を叩いてみましょう。これは手を叩いたことによって圧縮された空気の圧力が移動して鼓膜まで達して鼓膜を揺らして音と感じるわけです。ギター、キーボード、声、すべての音というのは空気の音波の移動だというわけです。さてここで一番ボーカリストである皆さんにとって大切なことを、教えたいと思うんですけれども、声帯から起こっている声というのは空気を流しているのではなくて、やはり圧縮した音波を発射しているということなんですね。これはどういったことかというと、ではドミノを倒して説明してみましょう。ではドミノを倒してみます。はい、今ドミノは倒れてドミノの先端は移動したように見えましたけれども、ドミノ自体は移動していません。そこで倒れているだけです。ドミノを空気の粒子と考えると、粒子はぶつかり合ってエネルギーを伝えて、そのエネルギーは移動しますけれども、粒子はそこにとどまりますね。これが音波の動きとなるわけです。ではこれがちょっと難しいかもしれませんけれども、ボーカリストにとってどのように、大切かといいますと、声帯で息を空気よくお腹から送り出して流れを作ると考えると、どうしても息が強くなってしまって声が枯れたりひっくり返ったりしてしまうわけです。そうではなくて、喉から音波が流れているだけだと思いますと、息がそれほど必要じゃなく楽に歌うことになるわけです。発声のシステムについて勉強してみましょう。人間の体には肺がありますね。まずその肺がポンプの役目をします。肺の下に横隔膜という膜があって、その上で肺が開いたり閉じたりし、空気を気管というチューブを取って声帯、バルブの役目をする声帯に送ります。その声帯の開閉する力によって圧力差が生まれて音が生まれます。その音が口腔、鼻腔、頭、共鳴するところに響いて声となるわけです。ではもう少し詳しく説明してみましょう。まず胴体を2つに仕切っている横隔膜という膜は体を完璧に上下に分けています。お腹には胃や腸内臓があって、胸腔には肺、心臓等があります。横隔膜が下がって肋間筋、肋骨の間の筋肉が開くと空気が流れ込みます。そしてそれの筋肉が絞ると空気が排出されます。その排出された空気はチューブという器官、チューブの役目をする器官を通って口頭に達します。さてそこで声帯が開閉するわけですけれども、それもなかなか皆さん見ることができないと思いますので、今日はお見せしましょう。これがその口頭です。すごいでかいですね。4倍になっています。これどういうふうに見るかといいますと、ここが喉仏とんがっているところですね。ですからこういう位置関係になります。さあ上から見てみると声帯が見えますね。この白いきれいな、空間を持って開いたり閉じたりすることができるのが声帯です。はい、では横から見てみましょう。この上の軟骨が甲状軟骨といって、下が輪状軟骨重なっています。その間に声帯がかかっているわけですね。さてこの声帯の開閉運動ではどうやって行うかといいますと、声帯も皆さんの腕や足と同じように、筋肉、靭帯組織、関節まであるわけです。この三角形のとんがっているもの、これが声帯の関節で、比列軟骨という軟骨なんですね。これがこの周りの筋肉に引っ張られてこう回転運動をします。それによって真上から見てください。声帯が引っ張られてこれが回転すると開く、閉じる、開く、閉じる、この動きを中心となって開閉運動をしているわけです。面白いものですね。